ホリエモン後ろから刺される。ホリエモン AI 学校株式会社の第2期決算広告は、純損失1億283万6218円の赤字。これに対し、実業家の林直弘。ホリエモン AI 学校めちゃくちゃ利益出てるから安心してね。数字見せてもらったことあるから。赤字決算なのに利益出てるに対してネットは。本当だったとしたらまずいやろ。ガチの粉飾決算か。仲間内には無理よく見せるために、偽のイキリ帳簿を見せているか。林の暴言か。林氏が売上と利益を混同している可能性がある。仮にも経営者が売上と利益を間違えるなんてある？また粉飾決算なのか、裏帳簿があるのではないか。ひろゆき。決算広告の数字が正しいなら、林さんが嘘ついてるか、決算も任して脱税してるか、どちらかということにならない？無能な見方は味方なのに後ろから指してくる。話題が尽きない方ですね。さて、詳しく見ていきましょう。第0章、矛盾。まず、事実はこの矛盾に集約されます。ホリエモン AI 学校株式会社の第2期決算広告。当期純損失は1億283万円。完全な債務超過です。ところが実業家の林直弘さんは、こう発信しました。ホリエモン AI 学校、めちゃくちゃ利益出てるから安心してね。数字見せてもらったことあるから、赤字1億円の決算広告と利益が出ているという証言。この矛盾に対してネットでは3つの説が飛び交いました。粉飾決算、裏帳簿の存在、そして売上と利益の混同です。ひろゆきさんはこう切り込みました。決算を任して脱税してるか、林さんが嘘ついてるか、無能な見方は味方なのに後ろから指してくる。今日はこの3つの説を税務の視点から1つずつ検証します。そして最後にネットでは出ていないもう一つの可能性をお伝えします。第1章、粉飾。まず粉飾説から見ていきましょう。粉飾決算とは、企業が実際の経営状態よりもよく見せるために、財務数字を操作する行為です。利益を水増し、投資家や金融機関を欺く。ライブドア事件がまさにこれでした。架空の利益を計上し、上場企業としての信用を利用して資金を集めた。ただ今回の話は、構造が逆です。表に出ている決算広告は赤字。それが実は黒字だった。というのであれば、これは逆粉飾と呼ばれる手口です。表向きの業績を悪く見せることで、税負担を軽くしたり、融資の返済交渉を有利に進めたりする目的で使われます。数字を見てみましょう。第1期の純損失は2934万円でした。それが第2期には1億283万円に膨らんでいます。1年で損失が 3.5 倍になっています。税務の観点からすると、逆粉飾で損失をここまで大きく見せることは、理論上は可能です。費用の前倒し計上や、収益の先送りといった手法があります。しかし問題があります。決算広告という公式の法的書類に、ここまで大きな赤字を堂々と記載するというのは、逆粉飾の手口としては非常に目立ちます。さらに債務超過まで記録してしまうと、金融機関からの信用にも影響します。粉飾説は理論上はあり得ます。ただし、この状況を見る限り、可能性としては低いと言わざるを得ません。第2章、裏帳簿。次に裏帳簿説です。これが法的には最も深刻なシナリオです。二重帳簿とは、表と裏の2つの帳簿を使い分ける手口です。外部に開示する表の帳簿は赤字。しかし内部で管理する裏の帳簿には、実態の黒字が記録されている。この構造であれば、数字を見せてもらったという林さんの発言と、1億円の赤字決算が同時に成立します。ここで重要な背景があります。堀江貴文さんは、ライブドア事件で有罪判決を受け、実刑を経験しています。もし今回も不正な会計捜査が行われていたとすれば、それは初犯ではありません。粉飾と脱税のダブル違反という、非常に重い文脈になります。税務上の罰則を確認しておきましょう。二重帳簿が発覚した場合、重加算税は 35% です。さらに法人税法違反として、懲役10年以下または罰金1000万円以下の刑事罰の対象にもなります。ただ、ここで一つの疑問が浮かびます。どんなに信頼関係があっても、犯罪の証拠となる帳簿を第三者に見せるでしょうか。見せるとしたら、どんな状況が考えられるか。一つの文脈があります。資金調達や事業拡大に向けて、支援者や投資候補者を安心させたい。そのために実態はこうだと示すために、内部の数字を見せた可能性です。そうだとすれば、林さんは悪意のない善意の行動を取ったことになります。しかしその結果、犯罪の証拠を自ら外部に流してしまったことになる。ひろゆきさんの言葉を借りれば、まさに無能な見方が、後ろから指した形です。可能性としては低くはありません。ただ証拠のない段階では、あくまで一つの仮説です。第3章、錯覚。3つ目は、売上と利益の混同説です。ネットでは仮にも経営者が間違えるわけがないという反応が多くありました。しかし税務実務の現場では、これは決して珍しい話ではありません。理由を説明します。スクールビジネスには、会計上の特殊な構造があります。受講料は、受講者が申し込んだ時点で入金されます。しかし会計上の売上として計上されるのは、サービスを提供した時点です。
申し込み時ではありません。これを前受金と言います。例えば1億円の受講料が入金されていても、まだサービスを提供中であれば、それは売上ではなく負債として処理されます。手元には資金があるのに、帳簿上は利益ゼロ、あるいは赤字という状況が生まれます。さらに助成金や補助金収入があります。採択されたタイミングと実際に計上されるタイミングにズレが生じることがあります。入金はあったのに決算書には反映されていないという状況です。このような構造からキャッシュリッチな赤字企業は実在します。資金繰りは豊かなのに損益計算書は赤字というケースです。経営者がこの逆行を正確に理解していない場合、手元資金の豊かさを利益が出ていると表現してしまうことがあります。ただこの説にも引っかかる点があります。林さんは数字を見せてもらったと具体的に述べています。見せてもらった資料が財務諸表であれば売上と利益を混同するのはやや難しい。見せてもらったのが資金繰り表や売上一覧だったとすれば混同の余地はあります。可能性は残ります。ただし確率は高くないと見ています。第4章単体、そしてここからが税理士の視点から見たネットではほとんど議論されていない第4の可能性です。それは林さんが見た数字がホリエモン AI 学校株式会社のものではなかった可能性です。少し説明します。決算広告というのはその法人単体の財務情報を開示するものです。グループ全体の業績や関連会社の数字は含まれません。大企業であれば連結決算の義務があります。親会社と子会社を合算した財務諸表を開示しなければなりません。しかし中小企業にその義務はありません。ホリエモン AI 学校株式会社のような規模の会社は単体の決算広告のみを開示すればよいのです。ここが重要です。堀江貴文さんの周辺には複数の関連会社や事業体が存在します。メディア事業、コンテンツ販売、イベント収益など様々な形で収益を上げている会社があります。林さんが見せてもらった数字がホリエモン AI 学校株式会社の帳簿ではなく関連するグループ会社の帳簿だったとすればどうでしょうか。あるいはグループ全体を合算した非公式の管理資料だったとすれば、その場合林さんが利益が出ていると感じたことは間違いではないかもしれません。でも広告されている法人単体とは別の話です。これが真相だとすれば林さんは嘘をついたわけでも犯罪の共犯者でもありません。見た数字がどの法人のものかを確認しなかった、あるいは確認できなかっただけです。しかし外部に向けた発信の結果は同じです。広告された決算と矛盾する情報を流したことになります。第5章末路ではそれぞれのシナリオが現実になった場合何が起きるかを見ておきましょう。まず粉飾だった場合です。会社法上の虚偽記載として5年以下の懲役または500万円以下の罰金の対象になります。さらに重加算税 35% が課されます。ただし今回は表の決算が赤字なので追加の不正が明るみに出なければ現時点では表面化しにくい構造です。次に裏帳簿だった場合です。国税反則取締法に基づく査察、いわゆるマルソの対象になり得ます。査察が動く目安とされるのは1年間の脱税額が1億円を超えるケースです。ホリエモンさんの前科という文脈が加わると検察の視線は変わります。そして皮肉なことに林さんの発言そのものが調査の端緒になる可能性があります。勘違いだった場合は法的リスクはありません。ただし経営者としての判断力への疑念は残ります。誤情報として炎上が続くリスクもあります。そして単体と連結の混同だった場合も林さん個人の法的責任はありません。ただしどの法人の数字なのかを確認せずに公の場で発信したことの問題は残ります。抽象4つの可能性を見てきました。粉飾、裏帳簿、勘違い、そして単体と連結の混同、どれが正しいかは現時点では分かりません。ただこの4つ以外の答えはほぼないとも言えます。ここで一つ税務の現場でよく感じることをお伝えします。決算広告を読めるだけでは実は足りません。どの法人のどの数字を誰がどの目的で作ったのか、そこまで問わないと財務情報の本当の意味にはたどり着けません。ニュースで報じられる数字も SNS で流れてくる情報もどの法人の単体決算かそれとも連結かという視点を持つだけで見え方が全く変わります。今回の件はその恒例だったかもしれません。このチャンネルでは税務や会計のニュースをこういった角度で読み解いています。気になった方はぜひ他の動画もご覧ください。ところで AI の学校って必要なんですかね。 AI の使い方は AI に教えてもらえばいいですよね。